皆さんこんにちは。動画編集の際に自動で字幕をつけてくれるアプリ、今月の残り分が9分ということで、あまり小ネタを話している余裕がないのですが、早速テーマに移りますと、今回ご紹介するのは3133改版。この銘柄で起きている事件について、SNS でも騒がれている銘柄ですが、今回の話はまさしく事件ですね。これをご紹介したいと思います。そしてこの改版について以前から長らく Twitter で言及していたインフルエンサーの方がいらっしゃるんですけれども、その実績たるや凄まじく、なぜそのような判断ができるかデータをもとに探っていき、最近当チャンネルの別動画でも注意喚起しているようなゴミインフルエンサーとの違いというのをお話ししたいと思います。よろしければ今回も最後までお付き合いください。まず改版の株価推移ですけれども、8月月末最後の1週間、株価の推移ご覧いただきますと上昇基調に転じています。グラフのメモリが荒いので上昇基調というレベルではなく、一時400円を割っていたところから500円を超える水準、比率にして 20% 以上の上昇を見せています。そしてこの銘柄取り巻く事件についてご紹介しますけれども、それを踏まえて今後期待されるのは、空売りを行ってきたヘッジファンドの悪事が暴かれたことによって強制的なポジションのクローズ、買い戻しが生じることを期待されています。それではどのような事件があったのか、改版株をめぐる裏側ということで、急騰する小型株の目利きにおいては、ピカイチトップクラスの実績を誇るトンピンさん。このチャンネルでも以前ご紹介しましたけれども、その方のツイートを逐次追っている方でしたらご存知かもしれません。今回登場するのは、まずナイク、日本エンジェルズインベストメント株式会社。ここのとあるファンドマネージャーが運用する中古型株に特化したファンド。このファンドに改版株も含まれていたんですけれども、この投資方針に魅力を感じて、ファンドに資金を預ける投資家が現れます。資金が集まるとナイクは中古型株に投資を始めるわけですが、このとあるファンドマネージャーが裏では別の機関投資家、ヘッジファンドを空売りをする投資家と結託してですね、改版株は今後どんどん売っていくので空売りを仕掛けておけば儲けられるよといったようなことをほのめかして実際に改版株をマーケットで大量に売りつける、そしてヘッジファンドに利益が出るような方向に株価を動かしている、そんな疑惑が出てきている状況です。当然資金を預けているファンドの受益者からすると、このナイクファンドマネージャーの投資行動というのは理にかなっていませんので、どうなっているんだと再三問い合わせると、このファンドマネージャーが言うには、金融庁をはじめとする当局の指導で改版株は売らざるを得ないと言ったり、最終受益者がそんなわけのわからない投資行動をするんだったらファンド解散も辞さないと言うと、解散の場合も全売却になると。実際にはファンド解散する場合は、売却するもしくは別の投資機関に移管をするという選択はできます。はたまたファンド上で取り決められている約款もしくは投資方針で1日の出来高あたりの 10%、これを超えないように取引をすると定められているにもかかわらず、平然と 10% を超える売却を行ってきたということです。そこまでして改版株をマーケットで売りさばいてヘッジファンドに利益が出るように仕組んだ。当然資金を預けている顧客は激怒するわけですね。これで裁判になりそうだというのが今回の事件です。ガチの事件化となると、ほんと空売りをしている場合ではないということで、一気に買い戻しの動きが期待されるという状況です。さてこちらのイメージ図は以前別の動画でご紹介した空売りに至るまでの道筋です。基本的には一番左側貸し手となるのが現物買いをしているファンドもしくは信用買いされている分で証券会社が名義上保有している株券。この2通りの貸し手から証券会社が仲介することによってヘッジファンドが空売りを行うという模式図です。さてこの模式図ですけれども、今回の事件に当てはまると、この貸し手にあたる現物買いをしているファンドのところがナイクのファンドですね。そして改版株を売り崩すぞというふうに裏で手を組んでいる証券会社あるいはヘッジファンド、機関投資家に示し合わせるわけです。そして彼らも OK 了解ということで空売りを行う。そして実際にこのナイクのファンドが改版株を売ってきた。しかし最終受益者からすると何をわけのわからん投資行動をしているんだということになっているわけですね。そして左側貸し手にとって現物買いをしているナイクのファンドは売り崩すために売却するので、これを貸していくわけにはいかない。そして改版株について主要な指数あるいはファンドに含まれない銘柄ですので、現物買いで大きく改版株を保有している先はないとなると、証券会社が空売りの改版株を集めるには信用買いのルートから集めなければいけないと
いうことになります。さて今回の事件表面化したわけですけれども、これを噂ではトンピンさんご本人が事件を発覚させたということで悪事を暴いたり、以前は確かワラント発行が理にかなっていないということで中止させたりと、このあたりの行動力を踏まえると、やはり実績としてもピカイチ、天馬川銘柄を探すにあたっても勉強することが多いアカウントになるかと思います。ただし有名な方の宿命というわけではありませんが、トンピンさんのアンチ、誹謗中傷や風説のルフを行うようなゴミ人間というのも SNS には実際にたくさんいて、今回の事件のように下手するとナイクのファンドマネージャーあるいはヘッジファンドが相場操縦、不当な利益を上げたということで捕まる可能性がありますが、買い半株を不当に押し下げてきたという最終目的、この観点から見ると、トンピンさんのアンチが行ってきた Twitter あるいは Yahoo ファイナンスの掲示板、こういったネット上に売り煽り、あるいは罵詈雑言を書いてきたようなゴミ人間というのは、もしかするとこのナイク、あるいはヘッジファンドの関係者ではないかと疑われ、捜査の手が伸びるかもしれないということですね。さてそれでは実際のデータをご覧いただきたいと思います。ご覧いただいているのは週次で出ている信用売買の残高、そして空売り残高、正確には貸株残となりますけれども、オレンジが空売り数量、そして水色が信用買いの数量、ピンクはほとんど見えませんけれども信用売りの数量となります。そしてそれぞれの株数残高、これが不動株に対して何%に当たるのかというのを棒グラフで示したものです。そして買い半株に関して縦軸、不動株比率の 100% に当たるラインがここなんですけれども、空売り数量がこれを超えていますので、縦軸が 150% まで伸びているということにはご留意ください。そして空売りの数量に関しては8月25日の残高というのが動画を出すタイミングではまだ更新されていませんので、一番右側空欄となっています。そうすると空売りの残高というのがだんだんと伸びていっている一方で、信用買いというのも膨らんでいる。簡単に言うと、ヘッジファンドが空売りをするために信用買い、膨らんでいっているところから株券を調達しているというのが各数量の推移をご覧いただくと現れているわけですね。今回の買い半株については事件となりそうな様相ですけれども、小型株の需給の逼迫を見るにあたっては、この空売り残あるいは信用売買の数量というデータのトレンドというのが一つポイントになってきそうな感触です。まず今ご覧いただいた空売り残高の伸び方、そして信用売買の変化、このトレンドというのが株価吹き上げの見極めに使えそうな感触なのか、その理由を簡単にご紹介しますと、まず不動株、マーケットで往々にして取引されている株数ですね。これは小型株であればあるほど不動株というのも少ないわけですが、これに対して投資家が信用買いを行いたいと投資行動を起こすときに証券会社相手に株券を調達してもらうわけですけれども、この株券というのは先ほど申し上げた通り証券会社名義での保有となりますが、株価の騰落、利益損失に関しては信用買いを行った投資家に帰属するという形ですね。当然証券会社はこの顧客が信用買いを行っている分の株券というのを保有しているだけではもったいないので、空売りを行う機関投資家、ヘッジファンドに貸し出すわけですけれども、これが空売り残高として反映されるわけですね。そしてヘッジファンドはこの株券をマーケットで空売りに使う。そうすると当初スタート段階では信用買いによって株券を調達する、この買いの圧力から始まりましたけれども、一周回って売りの圧力としてマーケットに戻ってきた。そうすると株価としてはそんなに上がるインパクトにはならない。むしろ信用買いよりも空売りの数量が多ければ株価としては上値が重い展開になるわけです。ただもしこの銘柄がヘッジファンドの思惑通りに下がらずに株価が上がった場合、この時信用買いを行っている投資家というのは利益が出る。そうするとこのポジションを閉じる、もしくは減引き、信用ではなく現物株を受け取って切り替えると、そういった信用買いのポジションをクローズする動きが出てくる。そうすると証券会社は貸している株券を戻してこなければいけない。この緑の株券を今辿ってきた逆の順番で空売りのヘッジファンドが買い戻して証券会社に返してくれるかというと、そうはいかない。
なぜなら株価が上がっているので、ヘッジファンドは損になっている。このポジションを今取り崩したくはないわけです。そうすると証券会社はどこかからまたこの株券を調達しなければならない。例えばマーケットから直接買い付けるというようなこともできますけれども、これは現実的ではありません。なぜかというと、この青の株券については株価の変動による利益もしくは損失、これが証券会社に帰属することになるからです。信用買いのポジションをクローズしたい投資家のために証券会社がマーケットから調達するのは証券会社がリスクを取ることになるので非現実的。証券会社からするとそれを返してもらえないがためにもう一回買うというのは二重で株券を保有することになる。そして新たに取得した方の青の株券分は証券会社がエクスポージャーを取ることになってしまうわけですね。そうするとマーケットからも調達できないとなると証券会社は以前の動画でご紹介したように証券会社間での貸し借りを融通する。それでも足りなくなったらもう仕方がないということでリスクを取らざるを得ない。もうそこまで行ってしまうとこの当該銘柄に関しては需給が逼迫しているどころかパンパンに膨れ上がっている。こういった銘柄が株価爆発的に上がるマグマを備えているということですね。ですので今のシナリオをデータ上どのように見ていくかまとめると、信用買いのポジションは膨らんでいくと同時に空売りの数量貸付残高というのもどんどん増えていっている。そんな中で株価はなかなか動いてこない。上値の重い展開が続いている中で、不動株に対してかなりこの両サイドの数量が増えてきたところ、需給がパンパンになったところで、信用買いの方に動きが出る。利益確定の動き、あるいは減引きの動きで、数量が少し減ってきたタイミング。これがトリガーとなって株価が暴騰する。こういった可能性をデータ上で捉えたいわけです。そして今お話ししたそれぞれの数量の動き、これが今月別の銘柄でも現れていました。3041ビューティー花壇という銘柄、こちらもトンピンさんが言及する銘柄の一つですが、8月下旬に大きく上昇した。終値ベースで見ているだけなので見えませんけれども、このストップ高の直前に一度売り金が発動しています。売り金というのは証券会社が当該銘柄を融通することが一切できなくなって空売りが停止されるという状況ですね。そしてこちらの銘柄の場合は空売り残高もさることながら信用売りの方のポジションですね。これも結構膨らんでいたということで、応用編として数量の変化をご覧いただきますとこちらになります。先ほどはほとんど見えていなかったピンクのグラフ、信用売りの残高というのが非常にわかりやすく出ているのが特徴になります。そして縦軸は 100% からマイナス 100% ということで、下方向には信用買いのグラフ、上方向には空売り残と信用売りを積み上げたグラフとなっています。そうすると買い半の時と同じように信用買いが徐々に膨らむにつれて空売りの残量も膨らんでいっているわけですけれども 100% にはあまり届いていないように見えますが、一番右側信用売買のデータだけが入っている8月25日のデータ、信用売りの残高が異常に増えているピンクのグラフですね。これがお分かりいただけると思います。そしてまだデータが入っていない空売り残高のデータが更新される。どれぐらいになるかは分かりませんけれども、仮に1週前と同じオレンジのグラフを積み上げるとこんな風な形になります。ほぼ不動株に対して 100% まで積み上がりましたね。こんな風にヘッジファンドの空売り側と信用買い数量というのがハの字型に膨らんでいて、不動株に対してかなりの数量になってくるというのが株価動き出す一つのマグマとして捉えられるわけです。そして次更新されるデータとしては信用買いの数量が減っていくかどうかというのが注目の一つになるわけです。それでは最後にですね、今月別の動画でご紹介したポンコツインフルエンサーによるとんでも銘柄、一つ目は A バランス。これを同じ形でデータ取りますと、こんな風にですね、ほとんど不動株に対して空売りの数量、あるいは信用売買の伸びというのはほとんど見られない。形としては徐々に膨らんできていますが、比率としてそんなに水準が高くないわけです。そしてもう一つのとんでも銘柄。こちらは免疫生物研究所というファンダメンタルのお話でご紹介しましたけれども、こちらはいずれの残量もほぼ横ばいですね。動きとしてもあまりマグマとして溜まっている特徴はなく、比率としても高くないという状況で、エーザイのアルツハイマー関連についてマーカー試験の恩恵が受けられるということでファンダメンタル取り上げましたけれども、この銘柄を取り上げているインフルエンサーは何やら空売り残であったり信用買いの数量というのを言及して
これをトリガーとして上がっていくみたいな言い方をしているので、そんな予兆は見られないということで、この両銘柄 A バランスを紹介している水族館の写真のようなリアルなペンギンのアカウント、あるいは免疫生物研究所、これに言及しているキャラクターっぽいペンギン、こちらのペンギンアカウントもエセインフルエンサーということで SNS 上のデータ価値としてはほとんどないと判断した方が良いわけです。ということで今回は改版株をめぐる事件、そしてトンピンさんの行動力にはかないませんけれども、そこから学べるデータの特徴というのを一つご紹介し、同時に SNS 上の価値のないアカウントというのを判断する材料にもなるということでした。今後このデータの特徴、学びを踏まえた分析を行っていきたいと思いますので、ご興味ある方は高評価、チャンネル登録していただけますと幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。